通勤通学習の皆様おはようございます。プクタの世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、ハリーポッターの二次創作として生まれましたとある小説の映画化権がレジェンダリーによって買収されたという話題になります。いやー皆さんね、ハリーポッターの新作じゃありませんよ。これね、二次創作です。正確にはね、二次創作として生まれまして、現在はね、一応オリジナルとされている小説なんですが、これも非常に賛否あるんですけどね、この映画化権がですね、買われたというんですよ。で、そもそもですね、これは二次創作生まれということで、様々な賛否があるということですので、本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、皆さん、本日31日、大晦日です。2025年、今年もね、大変お世話になりました。あっという間ですね。今日がラスト日ということで、これ誰も見てないでしょ見てますか？皆さんね、大晦日、お忙しいと思いますが、この大晦日もそうですし、年始ですね。さすがに通学はないかもしれませんが、通勤してる方はね、もちろんいらっしゃると思います。ほんとね、お疲れ様です。本日は2025年、プクタの世界時事ニュース、最後の話題ですね。ハリーポッターの二次創作の話題です。で、お正月ですね。ちょっとプクタね、今年、2、3日ね、お休みいただこうかななんて思っておりまして、なんかね、かなり人生の高いニュースなんかが入ってきましたら、もしかしたら動画出るかもしれませんが、ちょっとね、久々にゆっくりさせていただこうかなと思っています。なので、もしね、ハイプ余ってるよという方いらっしゃいましたら、よかったらね、使っていただけたらと思います。余ってたらね。そして皆さんね、今年最後ですよ。2025年にチャンネル登録できる最後のチャンスです。ラストチャンス。毎日見てるとね、おすすめに上がってくるんで、登録してないという方も多いと思いますが、ぜひね、ご確認いただいて、どうでしょう？そろそろね、チャンネル登録もいいんじゃないでしょうか。ぜひね、お願いします。レジェンダリーが、もともとハリーポッターのファンフィクションとして始まった書籍、アルケマイズドに7 figures を支払う。ということで、早速ですが、こちらですね。figures とあります。こちらが本日のキーワードになります。figure 数字で表された数や量を示す記号。ということでね、こちらの figure というのは、数字という意味になります。日本でね、最もよく知られているのは、人形のフィギュアあるでしょ？あれですね。なんですが、英語圏ではですね、一般的にフィギュアと言いますと、数字や数値、あと桁とかね、そのようにして使われます。で、数字と言いますと皆さんね、真っ先に思い浮かぶのが、ナンバーじゃないかなと思うんですが、ナンバーというのはね、もう具体的な数字を指してるんですね。例えば電話番号のことをテレフォンナンバーって言うでしょ？あれは具体的な数字があるから、ナンバーというワードを使っています。で、このね、フィギュアっていうのは、例えばね、桁のような具体的な数字というよりはその規模感、こういったニュアンスが強いワードなんですね。だから数字といっても1、2、3、4、5のような具体的な数字ではなくって、そのまとまり、量、桁とかね、こういったものを指しています。ちょっとね、この言葉の説明だと分かりにくいかもしれませんが、これね、ものすごくよく使う英語で、ナンバーとはね、切り分けて使えるようになると、すごくネイティブっぽくなりますので、よかったらこの機会に覚えておいてください。ですので、今回のね、見出しの場合は、7 figures ですので、これは7桁。つまりこの場合は100万以上ということになるわけです。ということで、こちらは、レジェンダリーが、もともとハリーポッターのファンフィクションとして始まった書籍、アルケマイズドに7桁を支払う。7桁規模の契約で、レジェンダリーは作家、千里優によるダークファンタジー、アルケマイズドの映画化権を取得。関係者によると、同社は、競合を封じることを目的とした先制的なオファーを提示し、それが一気に契約交渉が進む展開を引き起こしたという。そしてこの7桁というのがどの規模かということですね。ある関係者はその権利契約は完全買取で300万ドルを超えていたと語った。別の関係者はこの契約はインフレ調整を考慮しなければ書籍の映画化権としては過去最高額級の一つかもしれないと述べている。これね、300万ドルなんで最高額級はさすがに言い過ぎなんじゃないかなと思いますね。それでも十分高額ではありますが、レジェンダリーは契約条件についてコメントを控えた。この買収は、レジェンダリーがパラマウントとの3年間の制作、配給契約によって勢いづいている中で行われたものであり、そのパラマウント自体も新オーナーであるスカイダンスの参入やマインクラフトムービーの大ヒットによって活気づいている状況にある。ということでね、ちょっとここまでね、一旦整理いたしますが、まずはね、根本的なところからこちらに見えております。アルケマイズド。これが一体何なのかということですね。アルケマイズドはアメリカの作家、千里優によるデビュー作ファンタジー小説である。本作は、ここすごいですよ。2025年9月に刊行された。皆さん、すごいでしょ。刊行されて3ヶ月後に映画化権が売れました。ダークファンタジー及びダークロマンスの両方に分類される本作は、元錬金術師ヘレナ・マリノが内戦の記憶を取り戻していく人生を描いた小説である。発売翌週にはニューヨークタイムズのベストセラーリストで1位を記録した。そしてね、今回何かと物議を醸しておりますのがこちらなんですね。アルケマイズドは千里優の人気ファンフィクション作品
マネクルドを再構築した作品である。そしてここです。マネクルドは、ハリー・ポッターと次女の物語という2つの知的財産を組み合わせ、ハリー・ポッターシリーズをダークなオルタナティブユニバースとして再解釈したファンフィクションで、ハーマイオニー・グレンジャーとドラコ・マルフォイのロマンスが描かれている。同作は当初、ファンフィクション投稿サイトに掲載されていたが、アルケマイズドの発売に先立ち、2025年1月1日に同サイトから削除された。ということで今日はですね、ちょっとディテールの説明が多岐にわたるんで、ここをさらにね、一旦整理いたしますと、今回ね、その映画化権が買われたと言われております。こちらね、アルケマイストという小説は、もともとね、マネクルドというハリー・ポッターと次女の物語を組み合わせたファンフィクションだったんですね。でこれね、ファンフィクションというのが何なのかと言いますと、こちら日本語のウィキになりますが、ファンフィクションとは、既存の作品のキャラクターや設定が登場する物語において、それがその作品の原作者ではなく、ファンによって書かれたフィクションであることを説明するのに用いられる大まかな用語である。そしてこの下ですね、日本ではあまり使用されない用語であり、同様の作品は二次創作として表現されることが多い。ということで、つまりね、このファンフィクションというのは、日本語で言うところの二次創作です。ということで、もともとはですね、ハリーポッターのリフの世界を描いた、マネクルドという二次創作がありまして、これがですね、ものすごい人気を博したんですね。だけど、このままだと当然ね、著作権というのがありますから、オリジナルとしては発表できないわけですね。そこで、ここからですね、ハリーポッターの痕跡を消しまして、登場人物の名前とか変えてね、様々なね、ハリーポッター要素というのを消し去りまして、そこで出版されたのが、このアルケマイストだったというわけです。そして今回この映画化権が買われたと。で、これまでにね、こういったものがあったのかというと、おそらくね、皆さん多くの方が知っているんじゃないかなと思います。非常に有名な作品があります。それがこちら、50 Shades of Grey。これね、ダコタ・ジョンソン主演で映画化されておりますので、ご存知の方も多いんじゃないかなと思います。それがね、ここに書かれているんですが、もともとはステファニー・メイヤー著のトワイライトシリーズのファンフィクションとして書かれたもので、オンライン小説として発表され、2011年に書籍化された後、ランダムハウスが版権を買い取った。ということで、もともとこの作品はですね、トワイライトのファンフィクションだったんですね。二次創作だったんです。では、センリンユーというのは誰なのか。センリンユーは、アメリカ人の作家、ハリー・ポッター及び次女の物語の知的財産を元にした成人向けファンフィクション、マネクルドの作者として最もよく知られている。このファンフィクションは、ハリー・ポッターシリーズに別の結末を与える作品で、ハーマイオニーとドラコ・マルフォイという同作のキャラクター同士の恋愛関係を描いた点で人気を集めた。2024年までに千人 U のオンライン作品は累計で1600万回以上個別にダウンロードされ、19言語に翻訳されている。そしてここね、There。もうこれね、日本語にするのほんとめんどくさいんですが、ちょっとわかりにくくてすいませんね。これ後ほど説明しますが、これプロナウンですよ。彼らのデビューとなる小説、アルケマイストは、マネクルドをハリーポッターの世界観から切り離して書き直した作品で、2025年9月に刊行された。ということで一回ね、ここまで戻ってきますが、ちょっとごめんなさいね。ちょっと説明しなきゃいけないことが多いんで。今回ですね、この千輪優という二次創作の作家が、ハリーポッターの登場人物の別バージョンを描いたマネクルドという小説で人気を博したんですが、これを正式に出版するために、ここからハリーポッター要素を削除しまして、これね、実際ものすごいページ数削除したようです。これを削除しまして、登場人物とのね、名前も変更しまして、設定も変わったんでしょうね。そしてこれをアルケマイズドという小説にし、正式に刊行。わずか3ヶ月でレジェンダリーがこの映画化権を300万ドルで買ったと。これね、だいたい4億7千万円弱です。これでレジェンダリーが先にね、ライバルに手つけられる前に買っちゃえと。こういうことになったわけですね。さらにですね、これにはもう一つの文脈が載ってきます。これが先ほどのプロナウンの部分にかかってくるんですね。こちらおなじみ LGBT メディア、ピンクニュースです。ノンバイナリー作家、千輪優によるハリーポッターファンフィクションが数百万ドル規模の映画化契約を獲得した。ということでね、これすごいですよ。ここね、わざわざ書いてるんですよ。これね、ほら、レインボーになりますね。ほら。声明の中で、they, them のプロナウンを用いる千輪優は、契約が成立したことを事実上認めた。ということで、この千輪優が、ノンバイナリーですよ。プロナウンは、they, them を使ってますよ。これをね、わざわざ強調していると。こういう状態なんですね。ちなみにこれはね、ハリウッドリポーターも同様です。ここにね、なぜかわざわざプロナウンが書いてあるんですね。they, them のプロナウンを用いる千輪優は、ハリーポッターのファンフィクション界隈では、よく知られた存在である。ということで、なぜかね、これらのメディアは、they, them を強調していると。そうするとですよ、皆さん。ちょっ
とこれややこしいなと思うことが一つありますね。もうこのチャンネルご覧になってる皆さんだったらね、お気づきかと思います。このそもそものね、発祥となった原作、ハリーポッターは JK ローリングによって書かれたものなんですね。となるとですよ、もうここにはね、いろんなノイズが乗ってきちゃいますよね。こちらではね、このような指摘がされています。興味深いことに、ノンバイナリーのユニコーン的存在のファンフィクション作家、千林優は自身の作品が JK ローリングに対抗する一つの手段のように感じられたと語っている。で、ここにね、ニューヨークタイムズの記事が引用されているんですが、千林優はハリーポッターのファンフィクションを書くことがローリング氏に対抗し、キャラクターを取り戻す手段のように感じられたと語った。一方で千は、それが支持表明のように見えてしまうのではないかと懸念しており、今後さらにドラマヨニ作品、つまりこれドラコとハーマイオニーのロマンスものということですね。ドラマヨニ作品を投稿するかどうか迷っているという。私が彼女を宣伝しようとしているとか、彼女の考えに同調していると思われたくないと彼らは、ちょっとややこしい。これプロナウンですね。彼らは述べているということでですよ。この方はですね、もともとがね、これ、ハリーポッターの二次創作を書いてるんですよ。で、それが当たりまして人気作家だと言われていると。なんだけど、彼女自身はノンバイナリーでね、レイでも使う。こういった人物ですので、JK ローリングに対しては、ただならぬ思いがあるんでしょうね。自分がね、ハリーポッターの二次創作を書くことによって、JK にね、同調しているとは思われたくないと。そして、こうやって二次創作を書くことで、JK に対抗してね、これがキャラクターを取り戻す手段になっているんだと。このように語っているというわけですね。もうね、わかりますよ、皆さん。ね、皆さんが言いたいことは画面越しにね、ビンビンに伝わってきてますから。もうね、わかりますよ。もうふざそういうことでしょ。どうしてもね、作家同士の属性というのが相入れないものがあるため、このようにねじれにねじれてしまっていると。だから実際ですね、こういったね、ピンクニュースなんかもそうですが、あとデムとかね、LGBT メディアあるんですけども、こういうところがね、この小説が今後ね、映画化されるかどうかというのはわかりません。実際にそれが実現するのかというのは、現時点ではわからないんですが、おそらくそうなった時は、もしかしたらね、必要以上に持ち上げるということもあるかもしれませんが、実際はですね、その映画化が本当にいいのか、JK を貶めるためにこっちを上げてるだけなのかというのは、ちょっとわからないということになってきてしまいますよね。この小説が人気があるというのは間違いないようなんですが、今後はですね、こういった背景がありますから、このね、アルケマイズドが本当に映画化された際には、これまで以上に幅広い層にリーチして強い影響力を持ちますので、かなりバイアスがかかる可能性が高いということになるんじゃないかなと思います。で、このファンフィクションに関してはですね、こちらにあるんですが、コーネル・デイリー・サンという1880年に創刊されまして、アメリカで最も古くからある大学の日刊誌と、ここにね、こんなオピニオン記事が掲載されているんですね。この話題を聞いた時のモヤモヤを非常にうまく言語化していると思うので、ちょっと見ていきますね。ファンが作家になる時、ファンフィクションから商業出版へ移行する過程の倫理。50 Shades of Grey は経験の浅い女性が謎めいた裕福な年上男性と複雑な恋愛関係に入り、想像を超えたダークな世界へ引き込まれていく物語だ。心当たりはないだろうか。それはトワイライトである。千林優のアルケマイストは9月23日に世界で同時に正式に書店に並んだが、作者がハリーポッターを読み、もしボルデモートが勝っていたら、もしハーマイオニーとドラコが恋に落ちていたら、という2つの問いを立てなければ、この達成は不可能だったろう。現在、この物語は、ホグワーツやボルデモート、ハーマイオニー、ドラコといった要素を全て消し去る形で作り直され、ヘレナ・マリノを主人公とする物語へと生まれ変わった。ファンフィクションには確かに創造性や独創性の要素はあるが、本質的には他者の作品を盗用したことの上に成り立っており、法的にはグレーゾーンに位置している。千林優がマネクルドを書いた際、彼らはハリーポッター世界の構造、キャラクター、世界観を用い、JK ローリングに帰属する知的財産を明確に操作していた。当時その作品は無料で公開され、利益も生んでいなかったため、倫理的な警告等をつけることなく黙認された。しかし、もはやその前提は成り立たない。確かにこの物語はローリングが決して描かなかったオルタナティブな現実を舞台にし、独創的な要素も含んでいる。しかし最終的にはアルケマイストは作者自身が築いたわけではない土台の上に成り立ち、他者が形成した読者層から利益を得ている作品である。本作は完全にオリジナルな作品として提示されようとしているが、そもそもマネクルドを人気作に押し上げたハリーポッターファンダムがなければ、出版契約自体が成立しなかった可能性が高い。そう考えれば、アルケマイズとは JK ローリングなしには存在し得なかったということになる。こちらスクリーンアートはこの件についてポストしています。50 Shades of Grey が再び、ハリーポッターが50 Shades of Grey になるなんて思ってもみなかった。このファンフィクションのダ作を持ち上げるの、もうやめにしてもらえませんか。ドラマ用になんて一番正気じゃないカップリングだよ。どうしてこんなものを好きになれる人がいるのかわからない。出版業界を壊すだけには飽き足らず、今度はファンフィクションが映画業界まで壊しに来た。
ハリーポッターのパクリが実写化されるのが待ちきれない。ということでね、少なくとも X ではね、なかなか辛辣な言葉が並んでいるというような状況になっているようですね。はい、ということで本日はですね、ハリーポッターの二次創作から生まれました、アルケマイストの映画化権がレジェンダリーに買収されたという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。さあ、皆さんどうですか。これにはね、様々な要素が乗ってきているというのがわかるんじゃないかなと思います。そもそもこの二次創作に対しての賛否ですね。これがあくまでもね、ファンの楽しみの中で収まっていればいいですが、これを売るためにね、それを改変し、映画化にまで至るというね。だから先ほどもね、コーネル・デイリーさんの意見記事で言っておりましたが、もともとがね、ハリーポッターにインスピレーションを受けて、このね、アルケマイスを書きました。だったらいいと思うんですよ。ただ、スタートダッシュがね、完全にハリーポッターの二次創作として出発してるでしょ。そこでファンを集めて話題性を作り、それを改変して、これが新作ですと言われても、ちょっと飲み込みづらいっていうのはわかりますよね。なので、作家がね、インスピレーションを受けて物を書くなんて普通のことだと思うんで、それ自体はね、何ら問題ないと思うんですが、出始めがね、もう完全にハリーポッターに乗っかった二次創作だったため、ちょっとこれはこれでね、賛否があるというような感じですね。そしてね、先ほども言いましたが、このね、鍵括弧付きの作家さんですよ。自身はね、ノンバイナリーで、プロナウンがthey themということで、ここをね、非常に強調しているメディアというのがすでに出ているようです。ですので、これがですね、今後ね、レジェンダリーから映画化されましたとなった暁には皆さん、この話思い出してください。何かしらのバイアスがかかってる可能性がありますんでね。もしね、そうなりましたら、このチャンネルでもね、取り上げるかもしれません。ということで皆さん、2025年のね、ブクタの世界 G ニュース、これにて終了になります。本当にね、皆さん、今年お世話になりました。たくさんの方にね、動画見ていただきまして、本当にありがとうございました。ちょっとね、お正月何日かお休みいただきまして、またね、熱い話題をお届けできればなと思いますので、ぜひその時はね、ご覧になってください。それでは皆さん、また来年お会いしましょう。良いお年を。